Hello, I'm Zara, an Indonesian wife, and this is. Hello, I'm Hiroshi, Japanese husband. In this video, I will be asking my Japanese husband questions that many people are curious about but feel too awkward to ask directly. This is just personal opinion and doesn't represent all of Japan, but let's hear what he has to say. Today's topic is making Japanese friends. So, a lot of foreigners who work in Japan say that it's really hard to become friends with Japanese people. So, today we're going to talk about this topic, whether it's actually true or not, and how people can make Japanese friends, and how Japan might be different from other countries. First question. So, is it really true that it's difficult to make Japanese friends? そうでもないと思うんだよね。っていうのも、大きく分けると2つ要素があると思ってて、まずそもそもなんだけど、どのレベルの友達を作りたいのかって話によると思ってるんだけど、どのレベルの話をしてますか？Ah, what level of friendship? 例えば友達のレベルを5段階に分けるとして、レベル1が低い方ね。で、レベル5がめちゃめちゃ仲がいい人だとしたら、レベル1は知り合いだよね。だから例えば職場が同じだったりしたら挨拶はするけど、特にそれ以上の関係性を持ったりとかはしないような人。なんで話すけど連絡先も知らないみたいな人。で、レベル2は、例えばインスタグラムは交換してるんだけど、交換してるだけ。グループでどっかに出かけたりとか飲み会とかには参加するけど、1対1のワンオンワンで何かをするわけじゃないとかっていうのを、例えばレベル2とすると。で、レベル3っていうのは、日本語で言ういわゆる友達。英語だとフレンドになっちゃうんだけど、二人でどっかに出かけたりとか、もちろん何か一緒に遊ぼうとかっていうのもあるし、共通の趣味があったりとかもすると思うし、場合によっては二人で旅行に行ったりとかもするかもしれないっていう関係性ね。で、レベル4はめちゃめちゃ仲がいい友達、ベストフレンド。ね、ベストフレンドだったら多分何でも話し合えたりとかすると思うんだよね。でもレベル5になったらほぼ家族みたいな感じで、もう何かあれば助けに行くし、ね、困ったことがあれば頼れるみたいな関係性がレベル5だとしたら、日本でもレベル2ぐらいまでは全然仲良くすぐなれると思うんだよね。でもレベル3以上っていうのは相性があったりとか、関係性がね、うまくいかないと難しいと思うんだけど、でもこれは海外とかでも一緒じゃないですか。Yeah, that's true. I think level 3 is where people want to get where they say they want to have friends. Yeah, right. So, I think, 相性とかがあるから、絶対簡単ではないんだけど、だからこそ、例えば自分の相性が良さそうな人がいる場所に積極的に行ったりとか、自分の好きなジャンルをちゃんと共有してみるみたいな努力が必要にはなってくると思うんだよね。うん、で、二つ目は、日本人ってフレンドリーさが少ないとかっていう話がね、海外に比べたらフレンドリーじゃないとかって言われると思うんだけど、これも、日本の文化みたいなものがあって、そもそも公共の場で大きな声を出したりとか、すごく親密な関係性を見せないっていう文化があったりとか、あとはそんなにぐいぐい相手のところに行かないっていう文化があるから、それを見ると確かにちょっとそこには壁があるっていうふうに感じてしまうっていう部分はあるのかなと思うけど、でも正直みんな相手から来られたら困ったりとかっていうのはなくて嬉しいと思うから、全然自分たちからどん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 行けば友達っていうのは比較的作りやすいんじゃないかなと思います。That makes sense. So, what is your suggestions if they want to make Japanese friends in this level? そう。だから私からアドバイスできることを、まとめると、大きく分けると3つぐらいあるかなと思うんだけど、1個は日本語を話した方がいいよっていうことね。で、やっぱり日本人って日本語以外話せない人も結構いるから、片言でもいいんだけど、日本語を話せるっていうことですごく友達になるハードルっていうのはすごく下がると思うから、日本語を話した方がいいかなっていうふうに思います。で、2つ目は、自分からどんどん積極的に行動をしてもらった方が当然友達はできるんじゃないかなと思います。で、
日本人ってそもそも日本人同士であったとしても、こう、嫌われないかなとか、なんか、このタイミングが合ってるのかなとかって思ったりするんだよね。だからそれが、例えばインドネシア人だったら、まあ、言語も違うし文化も違うわけだから、余計にこの人に何喋っていいんだろうっていうふうに心配になるから、相手側から喋りたいんですよって来てくれれば日本人もすごくコミュニケーションを取りやすいと思うので、まあ、どん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 自分から積極的にアプローチをしてもらった方が友達にはなりやすいと思います。はい、で、3つ目は、さっきも言った通り、友達のレベル3以上って難しいから、こう、ある程度相性が悪かったらしょうがないと思って次の人次の人っていう風に数をこなした方がいいと思ってて、だから、まあ、それこそこう、賑やかなのが好きなんだったら、クラブに行ってみたりとか、例えば趣味があるんだったら、その趣味のグループとかに参加してみて、仲良くなれそうな人をどんどん積極的にいろんな人に会ってみるっていうことをしてもらえば、まあさすがに一人二人友達っていうのは自然にできてくるんじゃないかなっていうふうに思います。I think if you say it like that, it shows that it's maybe not very far. When we compare in Japanese situation, also foreign situation, I think in Indonesia it's also the same. It reminds me of how we can meet. So we meet in a language exchange application for people who have some worries. I think it's a good start to try this environment where people already eager to make new friends and also open if you have some language barrier. うん、そう思います。実はそんなに日本人も外国人も変わりはないし、まあ、同じくらいレベル3以上は難しいので、まあ積極的に行動してもらえたら日本人側も仲良くしやすいかなって思います。So next question. I think I also saw a lot of foreigners struggle. They feel that it's hard to differentiate between what Japanese people really mean and what they actually say just to be polite. It's called honne and tatemae. So how do Japanese people actually differentiate this kind of communication? まあ、これは難しいんですけど、まあでも基本的には態度の方が本音で、言葉はいつでもポライトというか、丁寧な言葉を言うっていうのがマナーなんだよね。だから、まあ、見分け方としては態度を注目するっていうのが基本にはなるんだけど、こう、私がすごく楽しそうな様子で、こう、また遊ぼうねって言えば多分本当だけど、こう、そっちからまた遊びたいねって言われた時に、まあそうだね、機会があればみたいな感じだったら多分その人は遊びたいと思ってないよねっていうのがあるかなと思います。まあでも実際日本人のリアクションってそんなに大きくないから、まあ、外国人からしたら難しいっていうのは、まあ、一個あるかなとは思います。まあ、ただこれも、なんかそんなにこう、区別する必要っていうのはなくって確認すればいいだけかなとは思うんだけど、まあ、まずね、さっき言った通り、基本的には言葉はみんな丁寧なんですよ。で、一個分かってほしいのは、日本人ってパーソナルスペースとか相手への配慮っていうのがすごく大事な文化というかマナーなんだよね。だから例えば他の人が家に来るってなった場合は、すごくこうホストの側も気を使うし、ゲストもこうお土産とかを持ってったりとか気を使うっていうことになるんだよね。で、めちゃめちゃ相手の時間を奪っちゃうかもしれないってことに気を使ったりするから、だからこう、相手が近くに来たら寄ってねとかって言ってても、本当に突然押しかけたりとかすると、こう、断るのも失礼なんだけど、汚い部屋に招き入れちゃうのも失礼みたいな感じですごいストレスになるっていうのがあるから、まあだから、そこは、こう、そういう文化なんだっていうことに配慮をして、例えば事前に確認を取るとか、準備する時間っていうのを、こう、事前に用意しといてあげると、そこで判断がつくんじゃないかなと思います。例えば、日本に旅行することになりましたってなった時に、突然ね、当日来ちゃったって言ったら多分相手は、いや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 ってなると思うんだけど、1ヶ月ぐらい前に、
1ヶ月後ぐらいに旅行で日本の家の近くに行くんだけど、どうですか時間空いてますかみたいに聞いてもらえれば、向こうも、じゃあ時間空けるね、いつみたいな話になるわけだよね。で、それが建前ばっかり言ってる人だったら、いやー、その日は難しいかなってずっと言ってると思うから、そしたらこの人はそういう人なんだなって思って関係性をね、そこでストップするなり、そういう距離感の人なんだなって思って関わるようにすればいいだけだから、だからこう、事前確認をしたりとか、事前準備の時間を上げたりっていうことをすれば、そんなにこう、頑張って区別をしなくても、なんとかなるんじゃないかなっていうふうには思います。But earlier you say it's important to make the first move, so isn't it a bit risky? そうね、その最初のうちは向こうも、こう、距離感とかがあるから、なんかこう、断っても大丈夫だよっていう余地とかを残してあげた方がいいと思う。例えばこう、Let's go じゃなくて、Do you have free time?If you have free time, we want to go somewhere like that. そういうふうにこう、断ってもいいですよって、そっちの都合はどうですかみたいな、こう、コンシダレーションをちゃんと示してあげた方がうまくはいくと思うけど、でもだんだん仲良くなってくれば別にどんどん問題ない話で、やっぱりその一番最初の行動っていうのが一番こうやりにくいから、それをその外国人側からやってくれると日本人としてはすごく助かるんじゃないかなっていうふうには思う。でそれからあとは、積極性っていうのはすごく大事だし、必ずやってくれた方が友達ができる可能性はあるんだけど、あとバランスもすごく大事で、日本人ってやっぱりそのパーソナルスペースであったりとか、配慮が大事になってくるから、こう、片方がずっと質問をするとか、片方はね、もうインタビューみたいになっちゃうっていうのは、ちょっともちろん違って、だからこう、半分半分ぐらい、質問をしたら自分の話もしてあげたりとか、相手が質問してきたら質問をちゃんと返してあげたりとかっていうことをある程度バランスよくやって相手の話と自分の話が半分ずつぐらいになるようにするといいんじゃないかなって思うね。あとはちゃんと最後まで相手の話を聞いてあげるとかっていうのはした方が関係性は築きやすいから、相手が話してる時は最後まで待ってあげるとかっていうのをすると印象はすごくいいんじゃないかなと思います。That makes a lot of sense. And it brings us to my last question, I think. So, since you have lived in Indonesia for more than 1 year, so is there something that is common for Indonesian people to do, but maybe we should not do this if we want to make Japanese friends? いくつかはあると思うんだけど、わかりやすいのは時間を守らないっていうのはやめた方がいいかなと思います。で、これは結構ね、日本が特殊だとは思うんだけど、日本ってすごくこう時間に厳しいというか、きっちりしてる生活の仕方をしてる人たちが多いから、約束の時間だったら普通はその時間前に到着して5分前とかね。で、ちょうどいい時に声かけたりとか、そもそも早めに集まるっていうのがマナーだったりするから、インドネシアってちょっとこう、他の国もそうだけど、ルーズだったりすると思うから、よく言えばね。だから、そういうことは気をつけた方がいいかなって思うね。他にもね、例えばその、公共の場、パブリックスペースは綺麗にしなきゃいけないとかね。日本人的にはパブリックスペースの方がクリーンなエリアなんですよ。だからそういうところでゴミとかポイって投げたりとかするとすごい印象悪いから、そういうことをしないとか、そういうのはあるかなとは思います。I see. Yeah, about that part, I think I very agree. Other than that, I think it's not very far. How to make friends in Indonesia and maybe in another country, is quite it's the same common sense, I think. 思います。だからもちろん文化の違いとかはね、たくさんあるとは思うんだけど、基本的には相手に興味を持ってちゃんと、ね、知ろうと思って質問したりとか、相手のことを尊重してあげれば、日本人とも友達にはなれるかなと思うし、実際こう私たちも言語交換をしにアプリに入ったんだけど、言語交換をしようとしない人たちっていうのがいっぱいいると思うんだよね。でもこう私たちの場合お互いにちゃんと英語勉強したいなっていう人と日本語勉強したよねっていう態度がちゃんと一緒だったりとか、そういうふうにこうちゃんと同じレベルで接することができれば、
日本人だろうが外国人だろうが仲良くできるようにはなると思うので、そうやってもらったら友達はできるんじゃないかなと思います。Okay, I think that's all for today. In conclusion, if you want to make Japanese friends, first is learn a bit about the language and then don't be afraid to make the first move. And also important to know at least a bit about what is the culture. So if you know the differences from Japanese culture to the culture in your country, please comment in the comment section below. We will meet again in the next episode. Bye bye.